Hi guys! It's Sego and Ben. で今日は私たちの結婚記念日が8月の5日ということで結婚式にまつわるちょっと話をここでしようかなと思います。改めて考えてみるとでも結婚式はなんかどうやってやったかとか多分動画とかさ、では言ってこなかったと思うのでちょっといい機会なので、今日ちょっとここでどんな感じだったかを紹介します。ちなみに1周年です。そう、1年記念日です。で多分この動画が上がってる頃はもう8月5は過ぎてますね。8月5は過ぎてるんですけども、私たちの結婚記念日は8月5日だったのでね、ちょうど1年経ちました。でまあ話なんだけど、まず日本ではね同性婚ができないからアメリカに来たじゃん。来て、でまあ私も仕事を辞めてアメリカに飛んできたので2人でなんかその結婚式をなんかまあ挙げるような、なんだろう、そんなさ大きいお金、まあ結構そのビザとかの手続きとか、あとアメリカに来るお金とか、まあ結構お金かかっちゃったんで、すごいなんかビザのね関するお金とか、まあ結婚式のなんかその書類とかも揃えるのにも結構お金かかったので、あとねアメリカ行ってすぐってね仕事見つかったってわけじゃないし、だからなんかいろいろ重なってやっぱりお金がちょっとそんなにない余裕がねない状態だったので、なんかまあ身内でできるような、まあ、ちょっとした結婚式をしようかっていう話になって、俺の場合はなんかアメリカに来て3ヶ月以内に結婚をなんか正式にしないと、まあ、アメリカから出てってくださいっていう形になっちゃうので、まあ、その3ヶ月以内になんかその結婚しなきゃいけなかったんだよね。まあお金もそんなにないということでちょっとまあできるだけ安く済ませられるような式をしようかっていう。ね、綺麗な可愛い結婚式を挙げたかったけどね、みんななんか知り合いとか呼んでとかできたらよかったんだけど、でもまあ結構ね急ぎだったし、ね、みんな急に言ってもみんなそんなアメリカに来るね十何万とか用意できるわけじゃないじゃん、そうだからまあ自分たちでなんかやろうってなって、でそのアメリカはちょっと日本と違うんだよね、その結婚の手続き。なんか市役所行ってで紙を発行してもらって、で後で牧師さんか裁判士どっちかにその紙をサインしてもらわなきゃいけないんだけど、でちょうど市役所になんか無料ボランティアでその結婚、なんていうの証明をしてくれる、牧師さんとかの名前が載ってあったから一人選んで電話してやってくれたね。なんかこの日結婚式あげたいんですけどもなんか来てくれますかみたいな感じで、そしたらなんかまあボランティアだからね、まあ来てくれて、まあ本当に牧師さんなんだよね、ちゃんと牧師さんでボランティアで来てくれてなんかいろいろやってくれたんだけど、そうすごく優しかったね。優しかった。でね、日本だったらね婚約届さ一緒にね書いて入って役所に出せばもう終わりじゃん。だから結構ねそれ探すのもね、なんかまあ今回は結構簡単に見つかったからよかったけど、まあでもね結構気持ち焦ってたよね。なんか知らなかったもんそれ、なんか日本みたいにできると思ってたからねちょっとね大変だったけど、で結婚する、まあ、場所を今度はねどこにしようかっていうことで、なんかねせっかくやるならさなんかちょっと綺麗なところとかなんかまあちょっといい思い出になるようなところがいいなと思って、まあここら辺に写真とかあったらあげとくんですけど、なんかそのまあ綺麗な川がね、クラークスビル市、テネシー州クラークスビル市、住んでたところのその川の公園、綺麗だよね。やっぱね、なんか本当に家からすぐ近くでそこですごい綺麗な川があって、じゃあそこでね綺麗にやろうかっていうことで、なんかやっぱり急遽やることになったので、そんなね日本から誰も来てくれるわけじゃないし、行ったのはお母さん、弟のランディスとマリそうこの動画を見てくれてる方はねマリとかランディス知ってるかと思うんですけども、まあそのね2人とあとお母さん来てくれて、もうそれだけでももうすごい幸せだったね、幸せな気持ちだったなんかもう結婚式やっぱり人数ねいっぱいいた方がさ嬉しいだろうけど、でもなんかもう心はすごく満たされたっていう感じでした、けどでまたなんかその、まあ、今いろいろ2人とも仕事してちょっと経済にも余裕ができてるから、またいつかさ、日本でもいいし、もう一回改めていつか結婚式っていうか、まあ、ちょっとみんなの前でできたらいいなっていう考えはあるんだけど、まあ、とりあえずね今回のその、ね、ちょうど1年前の結婚式は、まあ、ちょっといろんな事情があってバタバタしたりとかしてたけど、結構本当に、まあ、幸せな結婚式だったよね。
もうね、またなんか和服着てやりたい、そうね京都、でも本当にね大好きなそのブレンの家族に支えてもらったっていうのもあるし、あとはもう親友のマリーがなんかいろいろ支えてくれてなんかね来てくれたじゃん。本当にねもうその少ないけどその支えが本当に自分たちのなんだろうすごくパワーになってたねあれは。本当にいい結婚式だったと思います。なんかスーツをレンタルできるかどうか結婚式のね調べてたんだけど、もうすごくもうなんていうのすごく急だったから、もうなんか結婚式あげたいってじゃあ明後日はどうですかとかなったから、すごく急だったからもうそれもできなかったし、もうお金かかるし、だからあとスーツ持ってるけどなんか同じ色じゃないっていうのがあって、どうせならね2人でなんかお揃いのスーツ着てさ結婚式したいじゃん。でもまあそれで浴衣を着ることにして、ね日本でよかったかも買ったね、日本で買った浴衣を着て下駄もねちゃんと履いて、できた。あれ結構よかったね。なんか周りそう通りすがる人たちとかもなんか着てるみたいなさ、感じですごくよかった。でなんかちょっとちょっと結婚式の話になるんですけど、牧師さん結婚する時ね牧師さんが読むんだよね。その何の話だったっけ？誓いか。そう結婚式のなんかその誓いの文を読んで、俺はその自分がその後になんかリピートしなきゃいけないっていうことがあって、でもその時まださアメリカに来て1ヶ月ぐらいでなんかもう全然耳があと慣れてなかった。英語はすごい大変なちょっと古い英語だったから、なんかその人はすごく古い英語を使ってたからなんか分かんなくて大丈夫だよってブレンも言ってたけど、その方が言った英語の後に同じことを言わなきゃいけなくて、誓いの言葉でもうねみたいな、もうニュアンスでねごまかしてみたいな感じで大丈夫だったね。そうでもなんかその牧師さんもね分かってたね、大丈夫、なんかね英語まだそこまでできないんだなっていうの分かってくれてたから、でもすごい優しい牧師さんだったね。本当に素敵な方でなんかおめでとうおめでとうみたいな感じで言ってくれた、でもなんかね本当に思うのがこの結婚式をなんかできたのがなんか全部なんかもうそのブレンのお母さんのおかげだと思う。本当にブレンのお母さんすごく頑張ってくれて、なんか自分たちが日本にいてなんかアメリカの書類が必要とかコンタクト取らなきゃいけなかった時とかも全部お母さんがなんかその自分たちのためにいろいろ手続きしてくれて書類を送ってくれたりとかで、日本からアメリカに来た時ももう全部なんか家に自分たちをなんか招待してくれてねステイさせてくれたし、なんかその書類もあとは結婚式に関することとかも全部もうお金のことも手伝ってくれてね、なんかもう本当に支えられてここまでやってきたなって感じです、だからねできるだけもうこれからはもう自分たちもねいろいろ仕事をお互いするようになったから、その今までね助けてくれたお母さんとか助けたりとかさ、そういうことをやって返していけたらいいなと思ってますじゃあこんな感じで1周年は経ちましたけど、これからも私たちは一緒に仲良く支え合って愛し合って頑張ります頑張っていくので、皆さんもYouTube を通して私たちの生活ができるね伝えられるように頑張っていきますので支えてください。でなんか日本でもねいつか同性婚ができるようにちょっと私たちもYouTube を通してですけども配信をしていくので、皆さんもぜひ協力してくださいね。お願いします。じゃあ引き続き皆さん SNS のフォローの方とか、あとはもうそのこの間始めたショールームの新しいアプリの方も結構なんかそのいろんな人が見てくれてるので、今日やって多分91人が見てくれたね、来てくれたね。なのでぜひそちらの方もチェックしてみてください。私たちも頑張りますのでじゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。